こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回の動画は 3D ソニックトラウマボスランキングです。ソニックシリーズは全体的に難易度が高いゲームなんですが、その中でも特にトラウマになっているボスを5体選んできました。基本的には強すぎてトラウマになっているんですが、中には強さ以外の要素でトラウマになっているボスもいるので、ぜひどのボスがランクインしているか予想しながら見てみてください。なお、このランキングにはラスボスは含んでいません。ラスボスは強くて当たり前ですし、3D ソニックだとスーパーソニックになって戦うことが多いので、ちょっと勝手が違っちゃうということもあって、今回ランキングからは除いていますのでご了承ください。加えてこのランキングは僕の独断と偏見で作成したランキングなので、あくまで一ソニックファンの意見として捉えていただけますと幸いです。またこのチャンネルでは他にもソニックのゲームやキャラクター紹介、ランキング動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速スタートです。お化け？第5位、キングブーブー。ソニックアドベンチャー2のヒーローサイドのストーリーに登場するボスで、ピラミッドの中にあるエッグマンの秘密基地に住み着いていたお化けたちの親玉です。その巨大な体で体当たりしてきたり、火の玉を投げつけてきたり、炎を吐いたりして攻撃してきます。キングブーブーは通常時は無敵で、いくつかの手順を踏まないとダメージを与えられないというかなり面倒なボスです。まずはキングブーブーの後ろに回り込んで、こっちのちっちゃいお化けを攻撃、持っている砂時計をひっくり返します。すると天井が開いて日の光が降り注ぎ、キングブーブーが影になって逃げ回るので、追いかけて穴掘りを食らわすとちっちゃくなったキングブーブーが出現。このちっちゃくなったキングブーブーを攻撃することでようやくダメージを与えることができます。このように砂時計をひっくり返す、影を追いかけて穴掘り、飛び出した本体を攻撃という3つの工程を経ないとダメージを与えられない上に、後ろに回り込むのが早すぎると振り向かれたり、影に逃げ込んだ後もかなりトリッキーな動きで逃げ回るので捉えるのが難しいです。しかも影を捕まえて本体を攻撃する工程には時間制限があり、砂時計の砂が落ちきる前にやらないといけないので、慣れていないとなかなかダメージを与えるとこまでいかないですね。ただ攻撃は単調で避けるのも簡単なので、慣れてしまえばそこまで難しいボスではないんですが、じゃあなんで5位にランクインさせたのかというと、シンプルに見た目が怖い。目はギョロッとしてるし、唇も真っ青で不気味だし、あと鳴き声もしっかり怖い。画面越しだからいいものの、リアルで遭遇したら泣きますよ。大の大人が号泣する自信があります。同じお化けのキャラクターでもテレサは愛嬌があって可愛いのに、なんでこのデザインになったんでしょう。子供泣くでしょって思うんですけどね。ということで難易度はそこそこですが、こいつと長時間戦う精神的な苦痛を考慮してこのキングブーブーを5位にランクインさせました。今までの相手とは段違いだ。第4位、ドラゴン。ソニックと暗黒の騎士のドラゴンズレアというステージで戦うボスです。基本的な戦い方はドラゴンに近づいて頭に乗り、角を攻撃するというもの。これを3回繰り返せば倒すことができます。そしてこの近づく過程で色々な邪魔が入るんですが、これがなかなか避けづらい。1回目はドラゴンが火の玉を吐いてくるだけなので比較的楽なんですが、2回目以降は雑魚敵と細かい火の玉が入り乱れていて一気に避けづらくなります。さらにこのボスをトラウマ級にしているのがこのゲームの操作性で、このソニックと暗黒の騎士というゲーム、左右の動きが絶望的にやりづらいんですね。基本真横には動けないようになってます。他のステージは基本的に一本道を進むだけなのであまり気にならないんですが、このドラゴン戦では横移動のしづらさが致命的です。ジャンプで避けるという手もあるんですが、3回目はドラゴンが巨大な火の玉を頻繁に撃ってくるので、うかつにジャンプするとこれの餌食になります。あとホーミングアタックが機能しないのも辛いところです。ジャンプ中に A ボタンを押すと空中で前にダッシュできるんですが、近くに敵がいると敵の方に行っちゃうので、いつもなら便利なはずのホーミングアタックが完全に逆効果になっています。実は3回目はドラゴンまでたどり着かなくても、その少し手前にある柱を壊せばクリアできるのですが、結局ここまで来るのも大変なんですよね。また地味にきついのは、この面はまず最初に少しだけ通常ステージがあって、その先にドラゴンがいるという構成になっているので、ミスるとまた通常ステージの部分からやり直さなきゃいけないという点です。しかもこの通常ステージの部分も油断すると普通にミスるので、そもそもドラゴンまでたどり着けないといったこともよくあります。せめてドラゴン戦からやり直させてくれればもう少しマシだったんですけどね。個人的にはこの最初からやり直しというのが結構きつかったので、だいぶトラウマになりました。第3位、ロボットストーム。ソニックヒーローズの終盤に挑むボス戦で、1体のボスがいるのではなくて次々と現れる敵の集団を順番に倒していくという少し特殊なルールです。出てくる敵の数や編成はプレイしているチームごとに違っていて、一番難しいのがシャドウ、ルージュ、オメガからなるチームダークで挑んだ時。
序盤から盾を持った敵やオメガでしかダメージを与えられない敵が多数出現するので、がむしゃらに戦っていてはまず勝てません。加えて敵の数に対して足場がかなり狭くなっているというのもきついところで、敵との距離もあまり取れないですし、壁際で攻撃してしまうと勢い余って落ちちゃうこともあるので、立ち回りが本当に難しい。このロボットストームの中でも特に厄介な敵が何体かいて、まずはエッグハンマー。シンプルにでかくて攻撃範囲が広い上に体力も多いのでめちゃくちゃ倒しづらいです。1体でも大変なのにチームダークでは3体同時に出てくることもあって、こうなるともうほぼ足場ないですよね。チームブラストを使って一掃するか、ゲージが溜まっていなければダメージ覚悟で特攻するしかないです。あと厄介なのはエッグビショップとエッグマジシャン。エッグビショップは他の敵を回復させる能力を持っていて、エッグマジシャンはリングを吸い取ってきます。敵を回復されるのは言わずもがなですし、このロボットストームではリングの枚数がかなり限られているので、リングを吸い取られるというのも死活問題です。さらにこの2体の敵は足場の外に現れることが多いので、倒すのも一苦労。最初に紹介したエッグハンマーと同時に現れたらもう最悪ですね。絶望しかないです。正直ソニックヒーローズの中で一番難しいボス戦だと思います。ラスボスより難しいですね。ここで詰まってしまったという方も多いのではないでしょうか。第2位、ザボック。ソニックロストワールドに登場するボスで何度か戦うことになるんですが、中でも最終ステージラバーマウンテンでの戦いがめちゃくちゃ難易度高いです。第1形態と第2形態があるんですが、正直第1形態は攻撃も単調で体力も多くないので大したことないんです。ただ第2形態になると一気に難易度が跳ね上がります。第2形態では巨大化したザボックが下から迫ってくるんですが、まずどうしたらいいのかがわからない。ザボック本体への攻撃が通じなさそうというのはなんとなくわかるんですが、じゃあどうやってダメージを与えたらいいのか初見では全然わかりませんでした。とりあえず上に行ったら何かあるのかと思って上に登ってみたんですけど、ただ行き止まりになってるだけで積みましたね。これ正解は何かというと、この色の違うブロックを落として攻撃するんです。こんなの分かりますか？確かに第1形態でザボックがやってましたけど、まさかこのサイズの敵にこんな小さなブロックでダメージが入ると思わないじゃないですか。この攻略方法に気づくのにまずかなり時間がかかりました。そして攻略方法が分かったところでいざ実践しようとすると、これまためちゃくちゃ難しいんですよ。一つ一つの足場がかなり小さいので丁寧に移動しないと落ちちゃいますし、落ちるとほぼ復帰が不可能でミスになっちゃいます。なので落ちないように慎重に進まなければならないんですが、同時にブロックを落としてダメージも与えていかないといけないというかなりの鬼畜仕様です。これやってみると分かるんですけど、結構ザボックが登ってくるスピードが速いんですよ。登るルートを決めて落とすブロックを決めて、いざ落とそうとするともう真下にいるみたいなことがザラにあるんで、めちゃくちゃ焦ります。こんな焦りの中で慎重かつスピーディーに上に登ってブロックを落とさなきゃいけないんで、繰り返しになりますが鬼畜です。そしてさらにこのボスのトラウマレベルを上げているのが、やり直しがむちゃくちゃめんどくさいということ。実はこのボスは4位のドラゴン戦と一緒で、通常のステージの最後にこのボスと戦うという構成になっているんですが、その通常ステージ部分が4位のドラゴンの比じゃないくらい長いんです。だいたい10分ぐらいかかります。しかも最終ステージなので難易度も高いですし、その道中にはザボックとは違う別のボスが2体控えているので、一度ゲームオーバーになって最初からになると再びザボック戦までたどり着くのがむちゃくちゃ大変なんです。ゲームオーバーになった時の絶望感たらなかったですね。再挑戦する気力が足りなくて日を改めました。そんなラバーマウンテンのザボック、苦戦したという方も多いんじゃないでしょうか。消えてもらうぞイブリーストリガー。第1位、シルバー・ザ・ヘッジホック。無駄だ。2006年版ソニック・ザ・ヘッジホックに登場したキャラクターで、未来の世界からやってきた超能力を操るハリネズミです。シルバーの住む未来の世界は荒廃しきっているのですが、彼はとある理由からその元凶がソニックにあると思い、ソニックを消して未来を救おうと襲いかかってきます。このシルバーなんですが、歴代ソニックシリーズでも稀に見る凶悪難易度です。何が難しいのかというと、このシルバーに不用意に近づいてしまうと超能力で投げ飛ばされてしまうんですが、まずこの攻撃捕まったら絶対に逃げられません。そしてダメージを食らってひるんでいる間もシルバーが近づいてくるので、リングを回収する間もなくまた捕まってミスになるという状況が頻発します。特に壁際で捕まってしまうと投げ飛ばされてもシルバーと距離が取れないので積みですね。攻撃できるタイミングはごくわずかで、シルバーが机や箱などを飛ばそうとするタイミングがあるので、その間なら近づいて攻撃することができます。ただここでも攻撃したらすぐに距離を取らないとまた超能力に捕まってしまうので、ヒットアンダーウェイが基本戦法になります。特にホーミングアタックは攻撃後にしばらく空中にとどまってしまうので、急いで離れないと危険です。このような相手なので常にシルバーの位置を把握しておく必要があるんですけど、このゲームの仕様的に動いている最中はカメラが回ってくれないので、そういった意味でも戦いづらい相手ですね。
カメラを回すために立ち止まったら意外と近くにいて捕まるなんてのもあるあるではないでしょうか。またこのゲームは時折バグや処理落ちが発生するんですけど、たまにそのせいでやられることもあります。そうなった時はさすがにふざけんなってなりますけどね。ちなみに今作ではシルバーもプレイヤーキャラなので、シルバー編では逆にソニックがボスになってるんですけど、その時はこの超能力で捕まえる技使えないんですよね。逆にソニックのホーミングアタックが絶対かわせなくなってるなど、力関係が逆転しています。ゲームの使用上しょうがないことではありますが、何ともやるせない気持ちになります。まあそれは置いといて、このようにかなりぶっ飛んだ難易度を誇るシルバーザ・ヘッジホッグ、このゲームを遊んだ人は間違いなくトラウマになるんじゃないかと思います。以上 3D ソニックトラウマボスランキングでした。皆さんのトラウマボスは入っていたでしょうか。このようなトラウマボスは初見だとかなりきついんですが、その分倒せた時の喜びは大きいですし、やり直してスムーズに倒せるようになると、ああ上手くなったなという気持ちをより強く味わうことができるので、最終的には好きになることが多いんですよね。今回紹介した5つのボスも今ではとても大好きです。皆さんにとってのトラウマボスもぜひコメントで教えてください。また動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。